こんばんは。営団の電車に乗ってきたらば随分駅の本奥からかなり離れたところまで出てきてしまいました。別に問題はありませんが、ここは治安の悪さと道の汚さ、もう折り紙付き保証がなされております東京都豊島区池袋です。本日から関西方面へ向かうことになります。明日の目的地はとりあえず朝は大阪です。大阪まで行くのは、大体いつもでしたら東海道新幹線、もしくは他にいろいろ乗り継いで行ったりということもありえますけれども、しかし本日は鉄道では行きません。じゃあ大阪まで何で行くのかと、夜行バス。夜行バスというのはちょっとあれは先日名古屋へ行くのにも利用しましたけれども、ちょっと疲れるわけですね。椅子で行くなんて嫌だよと、3列シートとかそういったものいろいろとあるようですけれど、3列シートの割といいやつ JR バスというので先日名古屋へ行った時もう疲れてしまいましてね、いやいいとは思いまして、値段の割にコストパフォーマンスは大変よろしいと思いますが、正直私としてはもう乗りたくないかなと。悪いサービスを提供しているというのではなく、単純に費用対効果に優れたサービスを提供してはいますが、しかし得られるその効果というものがちょっと私には申し訳ないけれど耐え難いというものでしたので、夜行バスで行くのはやめようと思ったんですが、しかし夜行バスで行くともうタイトルになっているかと思いますが、大阪そして広島県の福山までにはそのような夜行バスではなく、こんなすごい夜行バスもあるんだぞと言わんばかりの全席個室っぽくなっていて、また全席寝台っぽくなっているようなものすごい夜行バスがあるんだそうです。その名もドリームスリーパーというんだそうでして、ドリームスリーパーを和訳するとどのようになるのか分かりませんが、ともかく夢をぐっすり寝かしてくれていい夢を見られそうな名前であることは間違いありません。そのバスが当駅池袋から22時50分に出発して明日の朝大阪難波まで行ってくれると、そのようなルートになっているそうです。夜行バスというのはもう先日ね、本当に乗ってという印象がちょっとやっぱりね、そうでもダメなんじゃないかという心配はあるんですけれども、これでダメならば私はもう夜行バスに、乗るのはやめようと思いますけれど、でもちょっと楽しみでもあります。東京大阪間の夜行移動といえば主に私のイメージでは寝台急行銀河でしたが、もはやそんなものはなくなりまして、その代わりに割と使いやすいようなダイヤで走ってくれております。それではどうぞよろしくお願いいたします。どこが乗り場なのかよくわかんないですよね。7番つってもどこら辺なんですかね。バスいっぱいあるけど、なるほど、バスご利用案内ってのがあるから、きっと多分これでいいんだろうなと思うんですけど、7番というのはこれですから、西口公園7番、これね、ここで待っていればきっと来てくれるんだろうな。7番線がまだ埋まっておりますのでバスが入線できません。辺りでちょうど待機ということになっているようですが、回送列車としてやってきました。回送列車じゃないか、回送バスと言えばいいんでしょうかね。ドリームスリーパーと確かに書いてあります。これが私の乗るバスのようです。ぐっすりって書いてあるわ。これエクスプレス関東、よく分かりませんけれど、確かにぐっすり眠れそうなバス。ここからこう見てもすでに階段のところなど足元に明かりがついていて、なんだあそこ、赤いランプもついていますが、一体どういうことなんでしょうか。よく分かりません。これは入ってからお楽しみというわけです。独特の塗装がなされていて、外側にはなんだかポップな九州新幹線の開業の時のコマーシャル、それを思わせるような、ちょっとニッチすぎて分からないかもしれませんけれども、なかなか目立つようなバスで、これもまた走る広告としての意味も備えているというのは間違いありません。ただいま発車の15分前ほどです。だいたいそれぐらい前にはここに据え付けとなって、そして先行が行ったらばその後でやってくるということなんでしょう。あまりナンバープレートって映さない方がいいんでしょうかね。大丈夫だと思うんですけれど、ナンバーは一応1番だと希望ナンバーで取っているんですね。さて Wi-Fi の利用ができるということでしたが、ドリームスリーパーフリーともうすでにここからでも電波を感じ取ることができるようです。じゃあつながさせてもらいましょう。これでまた何かきっとつないだ後もあるのかな。大体ね、今時新しいやつだとログインとかそういうのありますけれど、やっぱり Wi-Fi ネットワークにログインというのが出てきました。先行の東北行きのバスが動くとすぐに入線ということになります。なるほど、私の座る席もあそこに見えましたが、もはや席というのか私の部屋という言い方をした方がいいのかもしれません。基本的に乗り物、このようにバスといったらそれが一つの部屋となるのが当たり前ですけれど、しかしバスでもこのようなものができるのかと、なかなか面白いことです。一度皇居の近くでグランクラスのようなすごい座席を搭載したバスを見たことがありましたが、どうも私の乗るバスはそれをはるかに凌駕するように思えます。22時42分、発車の6分前に入線ということになりました。多分私はネット予約で1万5000円、ちょっと5000円だか3000円だか安くしていただいているんですが、名前を言えばいいのかな、それとも予約の画面スクリーンショットでもお見せすればいいんでしょうか。
乗り込むや否や乗り込もうとしたら、まずその最初の階段のところで靴を脱いでくださいと言われました。車内は土足厳禁となっているようです。袋をもらって、またスリッパに履き替えをさせていただいて、もうこのようにカーペット敷きの車内を移動しております。私の部屋は一番奥のところ、予約した時点でもう最後の一室になっておりました。なお今回は1万5000円で利用しておりますが、どうもこれはキャンペーン価格と早割りを両方とも適用した状態のようでして、本来では最安値1万8000円、通常価格は2万円となっているようです。奥行きもかなりあります。ちょっとこの私の体をこちら側に近づけると、こうね、手が向こうの方かなりこう広まっておりまして、逆にこちら側に手をこう近づけると、ね、大体このような体勢にならなければならない。完全に寝転ぶという姿勢になれるかどうかは微妙。どうも一般的に160センチの奥行きだそうですけれども、基本的には快適そうだなと思いました。扉はこのようになっております。個室ではありますが、鍵はかかりませんので、何かあった時は外から開けてもらうということもできるようです。車内の雰囲気はこのような感じ。この扉はどうもネットカフェの個室の扉とか、そんな印象がありました。そこまでものすごい防音性が高いわけではありませんが、ないわけでもありません。ここにあるこれカーテン、ハンガーです。カーテンじゃない、ハンガーですね。オーキャット経由門真車庫行きドリームスリーパー東京大阪号をご乗車いただきまして誠にありがとうございます。担当乗務員は関東バス丸山営業所の前田と斉藤2名で終点の門真車庫までご案内させていただきます。安全運転に努めてまいりますのでよろしくお願いいたします。このバスに乗務されている方はもうバスの社員の中でも特別選抜メンバー、精鋭メンバーだそうです。ミネラルウォーターとおしぼりをご用意いたしまして、車内前方のお部屋より順番にお伺いさせていただきますのでよろしくお願いいたします。ミネラルウォーターとおしぼりをいただけるということでしたが、乗務員さん2名乗務ですから、運転を担当されない方が車内にそのまま制服姿でおいでになって、ミネラルウォーターとお水でございますとそのように手渡してくださいました。なおミネラルウォーターとおしぼりですけれど、おしぼりはよく冷えておりました。ただこれ前の自分の座席の空間の下にちょっとしたくぼみがあります。この中に荷物を置くことができました。ただあまりに大きな荷物はここに入るかもしれないけれど、通路が狭いですからそこを通せないかもしれません。大きい荷物は下へ預ける必要があるでしょう。またこれが自慢のこのコントロールパネルというやつでしょうか。後ろ側のライトも前側のライトもこのように明るさを調整することができます。車内は厳冬されるのが普通ですけれども、逆に遅くまで起きていたいという場合には夜行バスでありながら明るい空間を確保できる。これもまたメリットの一つなのかなと思いました。リクライニングもまずは全て倒せるだけ倒してみることにしましょう。あとは足元のこの辺りなども上がりますし、なるほど、確かに NASA が開発したなんとかシートというね、特殊な技術を使っているらしいのですが、ただ寝台特急に乗り慣れている私からすると、もうちょっと倒れてくれないのかなという風な感じがしたものです。リクライニングは多分90度プラス70度で160度なのかな、分かりませんけど、70度倒れるリクライニング、さらに座席全体が30度奥へ傾くと、そんな説明を受けました。どっかに書いてありました。枕はこのように一応可動式となっております。ちょっと上のあたりへ移して、これぐらいがちょうどいい枕の位置でしょうか。足のあたりからこのように、なんて言うんでしょうかね、くの字型、くのひらがなの字が、2種類上下に組み合わさったかのような形で、ちょっと体が折れ曲がるようなスタイルです。フルフラットにすることは難しいのでしょうか。そうそう、シートベルトをするのを忘れておりました。ちゃんとベルトもつける必要があります。ちょっとね、まだベルトの付け方、この時は間違えておりまして、脇の下を通してしまっていたんですが、後でちゃんとしたベルトの付け方になっているので、すいません、そこのところはご了承いただければなというふうに思います。椅子も確かに普通のバスと比べればかなり快適、よく倒れるし、周りの人に気を使う必要もない、いいバスだなとは思いましたけれども、ただやっぱり寝た体勢とはちょっと違うものがあります。ただ私はちょっとそれはあまり実感はしませんでしたけれども、この体がちょっと浮いているような感じがして、このぐらいの倒れ方でもかなり寝た体勢に感じられる、そのような特殊な構造がなされているということです。脇にはプラズマクラスターとか、これいただいたおしぼりです。車内ではさすがにシャワーを浴びることまではできませんでした。シャワーを浴びることはできませんが、しかしおしぼりで、冷たいおしぼりで顔などを拭いて、寝る前にもう一度さっぱりすることができました。自動の車内放送などもかかります。あと先ほど言いそびれましたけれども、ウィキペディアで調べた限りでは、どうもこのドリームスリーパー号に乗務をされている方、その乗務員さんの制服1着20万円もするのだそうで、かなりの高級路線を前面に打ち出しているということが分かります。確かにこのバスかなり高級感があります。夜行バスというと安くてみんなごったにやって、それでも安いから我慢しましょうみたいな雰囲気が流れているところがありますが、このドリームスリーパーは全然そんなことがありません。
かなりちゃんとしていて、走るネットカフェのような実際のところは走るネットカフェをイメージすればいいのかなと思いますが、ネットカフェのような大衆感もまた感じさせることはありませんでした。この座席の座り心地は JR 九州で運行されている特急かつて燕号として使われておりましたけれど、デラックスグリーンに似ているでしょうか。グランクラスよりは1段階倒れ方が深まるような気がします。デラックスグリーン席に乗ったことがある方はあの座り心地をイメージされると、あれよりちょっと倒れないぐらいかなと。グランクラスとデラックスグリーンのその中間ぐらいのフラットになる、その具合だなというふうに感じました。多分このシートベルトをする関係なんでしょうね。本当にフルフラットにすると、どうもその本当に事故があってシートベルトが必要だという時に効果を発揮されないような気がします。このおしぼりかなりしっかりしたものです。新幹線のグリーン車でもらえるおしぼりよりもこう折りたたまれていてね、かなり分厚く使うことができます。全部広げるとこのようになるわけですが、畳んでこのぐらいにすると、しっかりしたおしぼりだという感じがしたものでした。サービス自体は新幹線のグリーン車などよりも全般的に人的サービスやアメニティの類など充実している感じがいたしました。寝台特急の A 寝台個室、あれにも劣るところはあまりありません。劣るのが唯一あるとすればそれはあるでしょうかね。電源がこのように2つこの USB があるのはいいんですけれども、やはりシャワーがついていないことから、サンライズ号でしたら車内でシャワーを浴びることができます。また脇には様々アメニティの場所などもあり、大きなテーブルがあります。このテーブルを使えばパソコンなどいろいろと使うこともできます。パソコンを置けるテーブルってなかなかバスについてないよなというのを改めてここで気づかされることになりました。これは何に使うのかな。ヘッドホンのなんかあれですか、カバーですか、よく分かりませんが、これは、イヤーリッドと書いてあります。耳栓でしょうか。私は使い忘れました。これは何だろう、スリープマスク、アイマスクのことですね。後ほど使わせていただくことにしましょう。他にもまたいろいろあります。これは何だろう、マスク、つまり普通のマスクでしょうか。何か空調などがあって喉を痛めないようにとの配慮かもしれません。これは必需品、歯ブラシです。いや、よかった、歯ブラシありました。ないとね、ちょっとどうしようかなと思っているところだったんですけれども、ちゃんとありました。歯ブラシがあるということは、つまり車内で歯が磨けるということです。よく考えたら車内で歯が磨けるバスというのはなかなかありません。これ結構すごいことだよなと思いながら部屋を一旦出るわけです。部屋を出るというのも初めての経験です。私の部屋はこのようなところ明るくなっていますが、閉めれば外は厳冬されております。もう出て早速明かりは消されました。それは23時ぐらいに池袋を出るわけですから当たり前ですが、しかし近づいていくとこのようにパッと明るくなりました。洗面所のところは自動で明かりがつくようになっております。大変綺麗でした。ちょっと狭くてね、私の顔がアップになっているようなところもありますが、狭いのは致し方ありません。水をこのように出して、ちゃんとした綺麗そうな水が出てまいります。これで歯をしっかりと磨くことにしましょう。これ自分で歯磨く姿を映しているというのは滑稽な感じもしますが、この洗面スペースの広さはこのぐらい、小柄というか痩せ型の私でもちょっと窮屈には感じますが、しかしバス車内で洗面台がこのように使えて歯まで磨けてしまうというのはすごいことです。あまり歯磨きというのはね、バス車内でやることは適していないと思いますけれど、ただこの車内であればある程度はね、個室のところにも扉がありますから、配慮しながら歯磨きをすればいいんではないでしょうか。今指をさしておりましたけれど、そこには紙コップもあり、歯を磨いた後にはそれで口をゆするというところまで配慮がされていました。さて、このまま今度は寝る前にトイレへ向かいたいと思います。トイレはどのようになっているんでしょうか。足元にはちゃんと明かりがありまして、こけないようにしっかりと配慮がなされております。この階段を降りていったこの先がトイレです。ここまでも完全に同側ではなくスリッパで行くことになります。ちょっとこれの開け方が最初難しかったんですけど、奥に押し込んでから手前に引っ張りますとトイレが開きました。トイレもまた別の専用のスリッパで入るようです。かなりしっかりしているなと思いました。一旦まずはこのスリッパを脱ぎまして、そしてトイレの中へ。このトイレもちょっとやはり狭い。これも普通のバスとあまり変わらないのかなという感じ。事故防止のため運行中のトイレ使用は着座にてご使用願います。なるほど、では座って使うことにしましょう。やはりちょっと狭いというのは否めません。もう足の幅ぐらいしかこのトイレの幅はないのです。分かりますかね。頭の部分もちょっと狭苦しい感じがしますが、バスの中にあるトイレですから、これはもう妥協というか、これぐらいでね、当然であるというふうに考えるのが普通でした。座ったら何やら素敵な音が流れてきました。音姫というやつでしょうか。最近流行りのやつね。これでトイレも流れまして、また私もじゃあ戻るわけです。かなりしっかりした車内でしたから、やはりちょっとここでしっかりスリッパを揃えておきたいなというふうに自然になんだか美観意識のようなものが芽生えてきました。それだけちゃんとした車内だということです。よし、こんなもん。トイレの前景はこのような感じ。多分ウォシュレットになっていたような気がしますが、ウォシュレットになっていたし、暖房便座がついていたような気がしますけれど、あまり覚えておりません。車内の個室部分の通路はこのようになっております。暗い時間でも、やっぱりここはね、個室でしっかりしております。随分綺麗な感じだなと暗いところでも思いました。ここが私の部屋だったかな。開ける前に一応部屋番号を確認しておかなければと思いまして、部屋番号を見ると1個前のところでした。
私の一番奥の部屋ちょっと分かりにくくなっていたんです。もし個室になってしまいますと間違えて人の部屋を開けて入ったなんてことになったら、特に女性がいた場合など大変なような気もします。いや、良かったです。これちゃんと確認しておいて、これはドリームスリーパーに乗るとき特有の注意でしょう。通常のバスで、何かトイレに行くようなことがあったとしても、でもその時も自分の席を間違えるということはなかなか考えにくいことです。これがバス車内、改めて、なんかネットカフェのような感じがするなという気がします。ただし高級感のあるネットカフェです。座席の上のところ、最初気づかなかったのですが、大きな毛布がありました。膝掛けしかないのかなと思いましたが、これはもうかなりしっかりとした毛布です。空調も効いておりますから、これを使えばある程度大丈夫でしょうか。ちょっと暑いぐらいでしたから、スーツの上着などは脱いでしまいまして、ワイシャツの格好で明かりを消しましたら、なんか上からね、赤い光がついております。なんでこれ赤い光がついているのかよくわかりません。車内に監視カメラのようなものも向けられていたような気がします。バス車内にね、カメラがついているっていうのはありますけれど、そういったわけですから、ちょっと仕方ないなと。じゃあしょうがない、このアイマスクを使おうかなということになりました。またアイマスクの他にもちょっとよく考えたら外の景色はこれいろいろ眩しいですから、カーテンを閉めたいなと。大きな窓2つ分もあります。ところがシートベルトがあるともう車内が広すぎますので、カーテンを閉めることもままなりません。一旦取り外すことになりました。これだけ広い車内を贅沢に使えるのはかなり素晴らしいことです。このバスの車内11部屋しかありません。11人でね、お客さんこれで元が取れるのかなと。これだけ高級なサービスまでいろいろと尽くしていただいて、これは大変利用者としてはいいことだと思いますけれども、ただ元が取れるのかなという疑問はやはり出てくるものです。さて、それではアイマスクをこのようにして、アイマスクってこうやってするんですね。私も初めて使ったものでした。そしてこのバスはまたこれで車内で自分専用の明かりを点灯すると、そんなことができるわけです。赤い光は自分の元についておりますけれど、これはもう影響はありません。逆に言うとアイマスクがないと赤い光がちょっと目障りかもしれません。バスは途中乗ってから1時間少々、もう割とすぐのところで足柄のサービスエリアで休憩ということになったんだそうですが、私は寝ておりましてあまり気づきませんでした。ところでこのバスの寝るところのその姿勢について一番気になるところかなと思いますが、寝台特急のフルフラットというか通常の寝台ベッド、あれに乗り慣れている私としてはちょっと申し訳ないけれど、これはどうかなと思ったところもありました。朝早い時間ちょっと外が寒くなってきましたので、一旦それで目が覚めるということもありましたが、ちょっとね、そこまで完璧な快眠というまではいかなかったです。きつくはありませんでしたよ。割と、きつくないとまで自信を持って言うのもちょっと私からすると正直ごめんなさい、難しいかな、そんな感じではありました。朝起きたこの表情を自分で後で見て驚きましたが、こんなところになっていたんです。ドリームスリーパー東京大阪号をご利用いただきまして誠にありがとうございました。またのご利用をお待ちいたしております。車内放送で目が覚めました。途中なんか半分寝ていて半分起きているような時間が長かったような気がします。完璧に寝転ぶことができないというのは、やはり寝台特急を頻繁に利用していた私にとってはちょっと苦労するところもあったというのが正直なところ。ただ夜行バスを頻繁に利用していた人とか、多少斜めになっていれば寝られるよとか、そういった人であればこのドリームスリーパーは寝台特急よりも便利になりましょう。なぜかというと、寝台特急はまず下りはサンライズ号運行されておりませんし、上りも大阪駅0時30分、東京駅7時8分と実に6時間30分しかかかりません。逆にここまで所要時間が短いとゆっくり車内で眠ることができませんので、かえって寝台特急には疲れるという場合があります。料金も若干個室で行くよりはドリームスリーパーのこの個室の座席といいますか、フラットに近くなる座席の方が多少は安くなるものです。サンライズ号ですと確か、でも定価だとサンライズの方が確か安いんですよね。ドリームスリーパーはあくまで安く、今割引で行ってるからサンライズよりちょっと安くなるとか、そんな感じだったかなという記憶があります。私個人的にはサンライズの伸び伸び座席の方がドリームスリーパーよりも横になれるという点で優れているし、今後もそちらを使いたいと思いましたが、ただ座席をね、もういろいろと工夫して寝ることが困難ではないよという人にはいいバスなのかもしれないというふうにこれは思いました。横になって寝たいという場合には足元はなんとかなるんですけれども、体上半身がちょっときついものです。窓枠のところにこの、ブランケットをこれを置いて、そして角のところをなるべく気にならないようにしながら、そこを枕にして寝ると体をくの字型に折り曲げますけれども、とりあえずフラットな姿勢で寝ることはできました。ただそうした場合、シートベルトを着用していたとしても、何か万が一の衝突事故などがあった場合に自分が安全なところを確保されるのかどうか、それはちょっと何とも悩ましいところかなという気もしております。フラット性をものすごく重視するのであれば、結論から言えばこのドリームスリーパーには期待はしない方がいいけれど、個室になっていて周りのことはあまり気にせず、そしてまだある程度倒れればいいというのであれば、そしたらこのドリームスリーパーの方がもしかしたらサンライズよりも東京大阪間の移動に関してはもしかしたらというか、確実に東京大阪間の移動では優れているだろうというふうに感じました。とりあえずこのぐらいでレビューを終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。